おはようございます。アーキースチューデンツです。今日はルーバーの角度を考慮した日射量最適化を行いたいと思います。日射量最適化パート1になります。まず、ライノにこのようなボックスを用意しました。このボックスの作成の方法は、こちらのボックスを作成していただいて、こちらを選択して、このコマンドのとこで explode というコマンドを押すと、このようにボックスが6面に分割されています。これらをもとに面の切り抜きを行って、このようにボックスを作成しました。ボックスの作成の方法は他にもあるかと思いますが、今回はこのような方法でいきたいと思います。まず、グラスホッパー上では、ポイントを出していただきます。ラインの上でポイントを原点に配置します。これを選択して、グラスホッパーのコンポーネントをクリック。set ワンポイント。そうすると、ライノの点の情報がグラスホッパーに読み込めました。ライノの点は非表示にしておきます。次に、プレーンサーフェイスというコンポーネントを出していただきます。このコンポーネントは、ここの P 点を起点に面を作成してくれるコンポーネントになります。このコンポーネントには X と Y の入力情報があって、それぞれ、縦横の大きさになります。今回は 0.01 から0.1、そして0.6ほどを取っていきます。こちらが X になって、Y 方向が 0.4 としておきます。ちなみに、ライノのこの、寸法、縮尺ですか。寸法は全部メートルなんですけど、ディスタンスで測ると、このように5メートル、X 方向が3メートルですね。3メートル。で、奥行きが5メートルで、高さが3メートル。そして、とりあえず窓の大きさとかは2.364。ここら辺は適当に作りました。ディスタンス。1.622 メートルですね。このように作成をしました。ここにある、ちょっとこのボックスは見えなくしたい。ここに今面があります。この面をエクスとルードしていきます。エクストルードは、方向を決めてあげて引き伸ばすというイメージですね。今回 Z 方向に引き伸ばすので、ユニット Z をこちらのディレクションですね。方向を決める入力です。ここに今回高さ 1.6 の入力を行いたいと思います。
このような形状になるかと思われます。次に、この引き伸ばしたものをもとに、X 方向に複製を行いたいと思います。Move ですね。Move を使って、同じようにユニット X、そして、Series。現在のこの Move だと、一つしか、例えば、0.1 とかにしてみると、このように一つだけコピーされていることがわかるかと思います。これではなく、動作複製を行いたいので、このシリーズというコンポーネントを使って入力していくのが N と C になります。N というのがステップ数ですね。0.1 から1を代入して、ステップ数というのが幅になります。一つずつの距離です。カウント数を今回は0、10にしておきます。0.1 でした。0、10と。8個ですね。このように複製がされました。次に行っていくのが、これらを先ほどの箱に、これですね。これにうまく埋め込んでいきたいと思います。埋め込んでいく場所が、ここですね。ここの窓に埋め込んでいきたいので、この幅を狭くします。このぐらいにしておいて、これをここの箱に収めるようにしていきたいと思います。Move。ベクター XYZ。事前に計測した値をちょっと代入していきたいと思います。この箱の大きさはそれぞれ自由に作成していただいて構わないです。それに伴って、このルーバーの大きさとか高さとかも変わってくるかと思われます。そこはご自由にされて大丈夫だと思います。で、事前に計測した通りの数値を代入しております。このように、ルーバーっぽいものが作成されたかと思います。これをさらにちょっといじっていきたいと思います。これをどうするかと言いますと、このルーバーを回転できるようにしたいと思ってます。回転するには軸とか回転の角度とかが必要となってきます。それを作成していきます。まず、ディコンストラクトビレップ。このディコンストラクトビレップというのは、ディコンストラクトなので分解するという意味で、ビレップを分解するという意味ですね。そして、出力を見ていくと、
このようにサーフェスがリストが全体で8個あって、その中に6個ずつ入ってるのがわかるかと思うんですけれど、こっちも同じですね。8個のリストに6個のサーフェスがこのように入ってきてるんですけれど、何を意味しているかと言いますと、6個の面に分割しているという意味です。ルーバーが1、2、3、4、5、6、7、8個あって、その面をそれぞれ6枚ずつに分割しています。こちらも見ていくと、これは辺になってます。辺を1つのルーバーにつき12辺ですか。12辺あると思うので、それを分割してくれています。この情報をもとに、ティコン、ストラクト、プレーンを出していただいて、これは何をしているかと言いますと、i にはリストで何番目を取り出すかが決まってくるので、例えば0から、5番目ですか。を見ていくと、0番が一番下の面で、こちらですね。1番が側面、2番も側面、3番も側面、4番も側面、で、5番、最後が一番上の面になっていることがわかります。今回は、とりあえず一番下の面の情報が欲しいので、一番下の面を出力します。面を一つずつ、8個ですね。面を8個出力しました。これをもとに、この面をさらにディコンストラクトプレーンで分解していきます。分解していくときに必要な情報がオリジンですね。このオリジンというのが、ポイントの情報になります。ここですね。各面の起点となる点を出力してくれています。この点をもとに、回転をさせていきたいと思います。ロテイト。回転させるオブジェクトが、これですね。ジオメトリーを回転させるんですけど、もちろんこの状態だとうまくいっていなくて、何が問題かと言いますと、まずその前に角度を入力していきます。今回は0から90の角度でとりあえず入力して、こちらはディグリーにすると、0から360度の角度で入力することができます。このように、今回は箱はもう非表示にしておきます。このように、最初の点を起点にして回転してくれています。そして、
点となる点が、先ほど言った、ここのオリジンですね。これを入力していくんですけど、これだと、ちょっとおかしいので、何をするかと言いますと、このムーブをグラフとしていきます。今の状態だと、この全部のリストを一気に回転させるというイメージですね。このグラフとかませて、例えば、0番のこのビレップが0番の点を起点に回転してくれるという感じで、リストの数も8個8個で合っていて、ここの横並び同士で、これとこれ、これとこれ、これとこれが対応していて、それぞれで、回転するようにしていきたいと思います。先ほどのこれだと、これ全部が、0番の点を起点に回転して、これ全部が1番の点を起点に回転して、という風になっているので、この多くのルーバーが作成されていたかと思われます。なので、このツリーをかませて、ジオメトリに入力すると、ちょっと角度いじってみると、このように、180マイナス90から90。このように、180度の範囲でルーバーが動いてくれていることがわかるかと思います。この肝心なのがグラフトです。グラフトをかませて、この同じレベルのものをこう回転させていくというイメージですね。これとこれ、これとこれ、これとこれという風に対応させるというイメージでこちらを作成しました。今回はルーバーの角度を考慮した日射量最適化を行いました。パート1を行いました。来週はパート2を行っていきたいと思います。説明でちょっとあやふやなところがあったかと思いますが、わからないとか、もっとこうした方がいいとかがあれば教えていただきたいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。